りてんこ盛り。リア充は外、リア充は外と、はい。もうすぐバレンタインデーですね。はい。私ね、女子校出身だったんでね、あんまりね、なんでしょうね、リア充的なイベントあんまり経験しなくて、まあね、女子校だったんでね、この日は友チョコの日というか、なんかみんなでお菓子を持ち寄ったりとか、チョコレート作り合ったりして、みんなで交換して、まあ仲良く楽しむっていう感じの日だったんですけれどね。まあっていうかもう、バレンタインといえば、ファニーバレンタイン大統領ですよ。はい。ファニーバレンタイン大統領のね、男と女の格言でね、いや、すごい好きなのがあって、男が女に惹かれる基準だが、あるいは、女が男に惹かれる基準だが、愛だとか、愛してないだとか、好きだとか、嫌いだとか、そんなんじゃない。基地であるかどうかだ。自分にとって、その男が、あるいはその女が、基地であるかどうかなのだ。いやーねー、というわけでね、いやもうさすがファニーバレンタイン大統領。はい。もうね、ジョジョの奇妙な冒険第7部スティールボードラン、ぜひともね、見てほしいなって思うんですけれども、まあね、それはまあ置いといて、はい、今日はね、個人的に告白シーンがたまらない漫画をちょっと選んでみました。はい。ではまずは一つ目。はい。荒川ひのむ先生が描かれている鋼の錬金術師です。はい。錬金術が存在している世界で、巧妙な錬金術師、バンホーエンハイムを父親に持つ兄のエドワード・エルリックと、弟のアルフォンス・エルリックのエルリック兄弟は、死んだお母さんを10日交換で錬成しようとして、で、錬金術を行ってしまうんですね。それはすごい禁忌の錬金術で、で、まあ、人体錬成って言うんですけれども、それを行ってしまった結果、エドは左足と、あと、右腕と、あと、アルは自らの体を失ってしまうんですね。で、まあ、その元の体を取り戻すために、絶大な力を持つ賢者の石に可能性を見出して、二人の過酷な旅が始まっていくという感じの、物語になってるんですけれども、まあね、作品自体がね、もうすごく有名で、すごくね、私自身も大好きで、もう面白いんですけれども、ね、この主人公ね、エドワード・エルリックは、オートメイルをつけてるんですけれども、そのオートメイル技師の幼馴染のウィンリーちゃんが、この作品のヒロインとなっております。はい。作中ではね、陰ながらずっとエルリック兄弟を心配しつつ、まあ、時には、まあ、怒りつつ、はい、支える縁の下の力持ちというか、まあ、ハガレンはね、やっぱり辛いシーンとか、結構苦しいシーンとかも多いんですけれども、ウィンリーちゃんの明るさは、すごいなんか、エドやアルにはもちろんのことを、なんか、読んでる読者の私たちにもすごくなんかこう、救いなんですよね。はい。でね、そんなね、二人なんですけれども、最後ね、まあ、ここちょっとネタバレになっちゃうんですけど、でもね、今日ちょっとすごく好きなセリフのシーンなので、ちょっと、はい、すみません。ちょっとね、最後ら辺のこと言っちゃうんですけれども、まあ最後にね、エドが、知識を得るための旅に出ると言うんですね。その、エドとウィンリーちゃんのシーンがもうめちゃくちゃ好きなんですよ。セリフなんですけれども、10日交換だ。俺の人生半分やるから、お前の人生半分くれってエドが言うんですけど、それに対してウィンリーちゃんは、半分どころか全部あげるわよって、もうこれってもう結婚だわじゃーん結婚じゃーんはい。いやね、マジでね、このやりとりがすごい好きすぎて、てかね、ずーっと小さい頃から、エドをね、とアルをね、そばで支え続けてきたウィンリーだからこそ、この、なんかセリフかなっていう感じがあって、本当に、もうなんか素晴らしいなって思うんですよね。で、あと、その後の、なんか恥ずかしがってるなんか、やっぱ全部じゃなくて、8割いや、8.5 かも、みたいな。ここで8割から 8.5 に上がるところもまたすごい好きなんですけれども、で、そういうところのね、なんかこう恥ずかしがってるウィンリーちゃんも可愛いし、なんか10日交換で告白しちゃう、なんかその、なんか若干ね、やっぱ女心分かってねえな、エドみたいなところもすごく可愛いし、まあね、その後のね、行ってくる。行ってらっしゃいのやりとりもすっごくいいし、はい。もうね、なんかその後の二人のね、仲睦まじい姿がね、もうぜひもう、たくさん見たいなって思います。はい。次みんな大好き俺物語。はい。こちらね、まあ、常人離れした身体能力と、まあ、行動力と、まあ、仁義
正義感なんかまあ、とにかくね、もう男の中の男っていうね、高校1年生、竹雄くん。まあね、ほんと同性からはめちゃくちゃ好かれるんだけど、異性からは全く好かれないという、なんかもう男受け、女受けっていうのがね、やっぱ人間あると思うんですけれども、まあ男受け抜群、女受け最悪みたいな、そんな男の子なんですけれども、でね、ある日ね、痴漢に遭っていた女子高生、ヤマトリンコちゃんを助けて、で、そのリンコちゃんにね、一目惚れしちゃうんですよね。ただね、お礼にやってきたリンコちゃんの様子から、まあ、彼女、すごいイケメンのね、友達がいるんですよ。誠くんっていうね。その誠くんをまたね、好きになったんだとね、思いまして、誠くんとヤマトちゃんの恋を成就させようと奮起する、みたいな感じで、ただね、実はね、なんでしょう、それは勘違いで、リンコちゃんが好きだったのは、竹雄くんと、で、竹雄くんと付き合うことになるんですけれども、まあね、この作品はね、もうとにかく、愛ですね。なんかね、とにかくね、もう、まっすぐ気持ちをぶつけ合うみたいな。もう愛のぶつかり合いみたいな感じですかね。さっきのね、鋼の錬金術師は、まあ、ちょっとね、独特な世界観の独特な、こう、プロポーズ的な感じな、セリフだったので、あんまりね、まあ、日常生活でちょっと使えないかなって思うんですけれども、お礼物語はね、すごくね、使えると思うんですよ。なんか、こう、やっぱね、人間顔じゃないし、誠実さが一番だと思うんですよね。はい。ね、なんかこう、竹雄くんのセリフなんですけれども、思ってること全部俺にぶつけてくれ。何があっても俺は倒れはしない。そして笑ってろ。俺はヤマトの笑った顔が好きだっていうね、セリフがね、すごいやっぱ、いいじゃないですか。これ言われてときめかない女子はいないかなって私は思うんですけれども、やっぱね、竹雄くんはね、男の中の男だよみたいな。なのでね、ぜひ俺物語、はい、バレンタインのね、バレンタインのね、参考になるんじゃないかなって思って、ちょっと選んでみました。ぜひぜひね、好きな女の子に告白したい皆さんも、もしくはね、なんでしょう、その告白する勇気なんかこう、エールをもらいたい皆さん、ぜひね、この俺物語を読んで、ちょっとね、俺もやったるぞーみたいな感じになっていただければなと思います。はい。最後はい。もうね、これはね、完全にね、私の好みなんですけれども、高橋留美子先生の、うるせえ奴ら。はい。こちらね、なんでしょう、地球侵略にやってきた、まあ、鬼族の娘、ラムちゃんと、まあ、そのね、地球代表にね、たまたま選ばれてしまった、女好きの、でも、超浮気者の、諸星あたるくんが、まあ、地球の命運をかけた鬼ごっこをして、まあ、その最中にね、まあ、いろいろ、なんかごちゃごちゃありまして、はい。でね、なんか結局、なんかその、勝って結婚みたいな、勝って結婚するぞみたいなね、言葉をね、ちょっとラムちゃんが求婚されてると思っちゃって、その後、押しかけ女房になっていくというか、まあ、はちゃめちゃドタバタコメディラブコメディみたいな感じなんですけれども、まあね、高橋留美子先生といえば、やっぱね、ほら、メゾン一国とか、ランマ二分の一とか、まあね、犬夜叉とかもね、まあ、とにかくね、なんかね、ラブストーリーが素晴らしい、作者様なんですけれども、まあね、その中でなんでうるせえ奴ら選んだかっていうと、もうね、とにかくね、私うるせえ奴らがめちゃくちゃ好きなんですよ。もう面堂くんとか、忍とか、まあ、てんちゃんとかね、ランちゃんとか、あとなんかりゅうちゃんとか、あとね、べんねん様とか、おゆきさんとか、もうね、基本みんなすごくキャラクターがめちゃくちゃ好きで、あとね、メガネも好きです。メガネも。ね、あとね、まあ、そこ、で、あとは、そのキャラクターがすごく好きっていうのもあるし、あるやりとりがね、本当に好きなんです。ラブ関係のセリフのやりとりで一番好きかも。ってぐらい、マジで最高に好きなセリフがあって、なんか、ラムちゃんって基本、もうね、ダーリンって感じなんですけれども、アタルって基本的に女の子にはめっちゃデレデレなのに、ラムちゃんに対してはね、かなり冷たいというか、釣れないんですよ。すごく、ツンデレっていうか、今で言うと。はい。でね、好きってね、全然言わないですよ。まあね、むしろなんか嫌がってる感じなんですけれども、で、そんなね、アタルくんに対してラムちゃんが、一生かけて言わせてみせるっちゃって言うんですけど、その言った後のアタルくんの
今はの際に言ってやるっていう、このセリフがね、これって、今はの際にってことは死ぬ前に言ってやるよっていうことじゃないですか。ってことは死ぬまで一緒にいるってことですか？それって何？もう、エンダーイヤーよーって感じですよ。はい。はい。すいません。なんか全然ね、ちょっとね、適当に言いました、今。はい。もうね、もうとにかくもうね、ここはもうなんだろうな。なんかほんと、いいですよね。なんか私、なんかちょっとひねくれ者なのかな。なんかこう、ストレートに好きっていうよりも、なんかこういう、なんかよくよく考えたら、こうちゃんみたいなセリフちょっとなんかすごく好きなんですよね。もうね、なんかもう延々とこのシーン見てられる。本当に。他にもね、もうね、アタルトナウちゃんって、なんかすっごい、なんかね、本当にほのかなイチャイチャがね、たまにあってね、もうたまらないんですよ。はい。もうね、さすが高橋留美子先生だなっていう感じで、はい。もう、最高です。はい。そんな感じでね、はい。今回は珍しく、巣ごもりね、基本的にあんまり、こう、そう、なんだかね、ラブ関係のね、漫画ね、そんなにね、読まないというか、まあね、そこまでね、すごいね、語ること少ないんですけれども、今回はちょっとがっつり語ってしまいました。と言ってもね、あんまり、なんだろう、俺物語は一応まあ、少女漫画で結構恋愛要素多めなんですけれども、鋼の錬金術師とうるせえ奴らに関しては、あんまりね、基本的には冒険者と、基本的にはなんでしょう、ギャグなので、なんでしょうね、恋愛漫画苦手な方とか、もしくはね、なんか、本当で幅広い方に、読んでもらえるんじゃないかなと思います。もちろんね、俺物語もね、すごくね、なんか爽やかなんですよね。爽やかっていうか、なんだろうな。俺物語も基本的にはなんかちょっとコメディチックなところもあるので、すごく楽しめると思います。はい。ということでね、よかったらバレンタインデー、ぜひぜひ皆さん素敵な思い出を作ってみてください。私も推しにチョコを作ってみたいなと思います。どうやって作ればいいのかな。キラヨシカゲだったら、やっぱ女性の手をモチーフにした方がいいのかしら。はい、ちょっとね、考えて、なんとか、はい、キラヨシカゲにバレンタイン送りたいと思います。以上、巣ごもりでした。バイバーイ。バイ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 。すごーでじゃんけんぽんパーでした。勝ったあなた、チャンネル登録よろしくね。負けたあなた、チャンネル登録よろしくね。アイコのあなた、チャンネル登録よろしくね。以上、すごもりでした。バイバーイ。